こんにちは、ルソレルです。ユニラン、かわいいですよね。で、今回はそんなかわいいユニランをブレンダーで作っていこうと思います。もともとある立方体は使わないんで削除しといてください。まずはユニランの顔を作ります。シフトプラス A でメッシュの UV キューブを追加します。セグメントとリングを10にします。点キーの位置で正面からのビューにします。そしたら RY90 で横に倒します。この UV キューブを複製します。シフトプラス D で複製して、そのまま X で X 軸方向に移動させます。コントロールを押しながらやったら、グリッド単位で移動させることができます。この真ん中の凹んでる部分の辺がだいたい重なるように移動させます。このくらい離れとっても後で一つにできるんで大丈夫です。この2つの UV キューを1個のオブジェクトにしたいんですけど、このままコントロールプラス J で結合すると、こんな風に内側で重なってる部分の頂点が残存しちゃいます。なので、ブーリアンを用いて結合します。どちらか一方の UV キューを選択して、モディファイアプロパティからブーリアンを追加します。演算方法を合成にして、演算対象はオブジェクトのまま、オブジェクトをもう一方の UV キューにします。ちょっと見にくいので、ブーリアンをつけてない方の UV キューを選択して、H で非表示にしておきます。これで綺麗に結合できました。ブーリアンを適用しておきます。右クリックスムーズシェードを適用します。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、この真ん中の凹んでるところの影が場所によって違う感じになっています。怪しいのでタブキーで編集モードにして頂点が重複していないか確認します。ここは大丈夫ですね。ここは、重複してますね。で、これを解消するために溶接を追加します。タブキーでオブジェクトモードにしてモディファイアプロパティから溶接を追加します。これで影の付き方が一定になりました。値は変更せずにそのまま溶接を適用しておきます。そしたらまだちょっとカクカクしてるんで、滑らかにするために、モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。ビューポートとレンダーのレベルを2にします。これでおおよその形が完成しました。このままでも全然いいんですけど、もうちょっとくびれがわかるようにしようと思います。タブキーで編集モードにしたら、オルトを押しながら真ん中の辺を選択します。これで真ん中の頂点をぐるっと一周選択できました。コントロールプラス B でベベルをかけます。幅はそんなに広くなくていいと思います。で、セグメントは2にしました。そしたら真ん中だけを一周選択し直して、O でプロポーショナル編集をオンにしたら、S でちょっとちっちゃくします。O でプロポーショナル編集をオフにします。これでちょっとくびれがわかりやすくなりました。今、顔の原点が右か左かに寄ってると思うんですけど、この後操作しやすいように真ん中に移動させます。右クリック原点の設定から原点を重心に移動、サーフェスを選択します。これで原点が真ん中に移動してくれました。そしたら顔自体も真ん中に移動させたいので、シフトプラス S で選択物、矢印カーソルを選択します。これで真ん中に移動できました。次に口を作っていきます。シフトプラス A からメッシュの立方体を追加します。ちょっと見にくいので G、Y で手前に移動させます。R、Y45 で傾けます。S でちっちゃくします。タブキーで編集モードにしたら左右の頂点を選択してS、X で細くします。タブキーでオブジェクトモードにします。そしたら顔を選択してモディファイアプロパティからブーリアンを追加します。演算方法を差分のまま、で演算対象もオブジェクトのままで、オブジェクトを今作った立方体にします。演算方法を差分にしてあるんで、立方体と重なった部分が顔から削り取られます。立方体を選択して G、Y で顔に近づけていきます。立方体を非表示にして確認しながら、いい感じの場所に移動させます。場所が決まったら、今せっかくの口がちょっと丸っこくなっちゃってるので、顔を選択して、オブジェクトデータプロパティのノーマルの中にある自動スムーズにチェックを入れておきます。
これで口ができました。コントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前を付けておきます。次に目を作ります。シフトプラス A からメッシュの円を追加します。フィルタイプを三角の扇形にします。見にくいのでスラッシュでローカルビューにします。RX90 で立たせます。で、SX で縦長になるようにちょっと潰します。で、SZ で少し縦に伸ばします。右クリックスムーズシェードを適用します。スラッシュでグローバルビューに戻します。S でちっちゃくします。そしたら顔に貼り付けるためにモディファイアプロパティからシュリンクラップを追加します。ラップ方法をプロジェクト、スナップモードをサーフェスの上でターゲットを顔にします。オブジェクトがみんな白くて見にくいので 3D ビューポートのシェーディングからカラーをランダムにします。これでオブジェクトごとにランダムに色が割り振られました。そしたら次に両目にするために目を複製していきます。モディファイアプロパティからミラーを追加します。座標軸は X のままでミラーオブジェクトを顔にします。次に目を移動させるためにピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。R を2回押してトラックボール回転にします。で、大体の位置に移動させたらシフトを押しながら動かして微調整します。ピリオドでピポットポイントを中点に戻しておきます。コントロールプラス A で回転とスケールを適用しておきます。そしたら今まだ目が顔に埋まっちゃってるんで、シュリンクラップのオフセットを上げていきます。0.01 で大丈夫そうですね。これで目ができました。名前をつけておきます。次に顔の右上にあるくるくるを作ります。簡単に作れるように、まずアドオンを有効化します。編集からプリファレンスを開きます。アドオンタブの検索ボックスにエクストラと入力します。そしたら Add Curve Extra Objects にチェックを入れます。これでアドオンが有効化されました。×でウィンドウを閉じておきます。シフトプラス A のカーブからカーブスパイラルズのアルキメディアンを追加します。スパイラルディレクションを時計回りにします。スパイラルパラメーターのひねるを2にします。で、ステップを12にして頂点数を減らします。アルキメディアンセッティングの高さを 0.3 にします。で、上に向かって細くしていくために、レーディアスグロースをマイナス 0.45 にします。これで大まかな形ができました。で、次にこのくるくるを太くしていきます。ちょっと見にくいのでスラッシュでローカルビューにします。オブジェクトデータプロパティのジオメトリにあるベベルの深度を 0.3 にします。そしたら形を微調整していきます。まだちょっとカクカクしてるんで、モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。で、根元側の頂点2つ分ぐらいを選択して、デリートキーで削除します。点キーの7で真上からのビューにして、端っこの頂点を選択して、アイテムタブから半径を0にします。で、G で1個隣の頂点へ近づけていきます。今度はその1個隣の頂点を選択して、半径を 0.6 ぐらいにしておきます。そしたらちょっと離れたところで始まっている気がするんで、O でプロポーショナル編集をオンにしたら、端っこの頂点2個を選択してちょっと近づけます。こんな感じでいいかなって思います。そしたら反対の先っぽも調整していきます。端っこから5個ぐらいの頂点を選択してデリートキーで削除します。で、端っこの頂点を選択してアイテムタブから半径を0にします。で、一つ隣の頂点を選択して半径を 0.6 ぐらいにしておきます。端っこの頂点を選択し直して G でグイッと移動させます。で、直線になっている箇所が滑らかな流れになるようにちょっとずつ頂点を移動させます。だいたいこんな感じで大丈夫です。そしたらもうちょっと円周をちっちゃくするためにこの直線になっている箇所以外を全部選択してS、シフト Z で Z 軸方向以外にちっちゃくします。あとはお好みで頂点を移動させたり、半径を変更したりして調整してください。で、調整できたら O でプロポーショナル編集をオフにします。で、タブキーでオブジェクトモードにします。そしたら顔にひっつけていきます。スラッシュでグローバルビューに戻します。ちょっと見えないので一旦 GX で横にずらします。
S でちっちゃくします。顔に貼り付けながら移動させるためにスナップをオンにします。で、スナップ先を面にしてスナップ方法にある3つのチェックボックスにチェックを入れておきます。そしたら G で移動させます。スナップをオフにします。これでくるくるができました。コントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前をつけておきます。次に周りのぷよぷよを作ります。シフトプラス A からメッシュの UV キューを追加します。右クリックでスムーズシェードを適用します。まだちょっとカクカクしてるんで、モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。RY90 で横に倒します。Alt プラス Z で透過表示に切り替えます。S で拡大します。今回は形はこのままでいこうと思います。ただ、このままやと、ただの薄い膜なんで、ちょっと厚みをつけていこうと思います。モディファイアプロパティからソリッド化を追加します。これでちょっと厚みがつきました。これで周りのぷよぷよも完成しました。Alt プラス Z で透過表示をオフにして、コントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前をつけておきます。これでモデリングができました。続けてマテリアルを設定していきます。シェーダーエディターを開きます。シェーディングタブを押して切り替えるか、下から引っ張ったりして画面分割をしてシェーダーエディターに切り替えます。動画では見やすいように右側に表示させてます。レンダープレビューになってない場合はレンダープレビューにしてください。ちょっと暗くて見えにくいのでワールドをちょっと明るくします。ワールドプロパティのサーフェスの強さを5にします。あと床も追加しておきます。シフトプラス A からメッシュの平面を追加します。GZ で下に下げて S で大きくします。タブキーで編集モードにします。奥側の頂点を選択して EZ で上に伸ばして壁を作ります。壁と床の境目の頂点を選択してコントロールプラス B でベベルをかけます。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリックスムーズシェードを適用します。コントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前をつけておきます。そしたらまずぷよぷよから設定していきます。PC が重たくなっちゃうんで、後回しにした方がいいのかもしれないんですけど、中の顔とかの色を先に設定しても、この外側のぷよぷよの色を受けて、ちょっと見え方が変わっちゃうので、再調整が必要になっちゃうんですよね。なので、先にぷよぷよから設定しちゃいます。あと、ユニランは結構透けてる部分が多いんで、ライトやったり背景の影響を受けやすいんで、マテリアルの数値は参考程度にご自身でいい感じに調整していただければなって思います。いろいろ試してみると雰囲気がガラッて変わったりして面白いです。ぷよぷよを選択してマテリアルを新規追加して名前をつけておきます。そしたらまず透明にするためにプリンシブル BSDF の電波を1にします。このままやったら不透明なんで、レンダーエンジンを切り替えます。レンダープロパティからレンダーエンジンをサイクルズにします。ツルツルにしたいので粗さを0にします。次に屈折率を変更するんですけど、IOR 屈折率が初期値の 1.45 になってます。屈折率はこんな風にソリッド化の影響を結構大きく受けるので、お好みで設定していただければなって思います。今回はユニランはそんなに屈折しなくていいかなって思うので、気持ちばかりの 1.1 にしておきます。そしたら色をつけていきます。このままプリンシブル BSDF のベースカラーを変更して色を変えてもいいんですけど、このプリンシブル BSDF がマテリアル出力のサーフェスにつながってるんで、ぷよぷよの表面に結構のっぴりと色が乗っちゃいます。これでも全然いいんですけど、もうちょっと立体感が欲しいので、今回はボリュームで色をつけていきます。そしたらまず、シフトプラス A からシェーダーの中のボリュームの吸収を追加します。ボリュームの吸収は、光がオブジェクトを通過するときの吸収具合を調整できるそうです。詳しくは全然知らないです。ボリュームの吸収のボリュームとマテリアル出力のボリュームをつなぎます。ボリュームの吸収のカラーを薄い緑色に変更します。で、このままだと全然色が乗ってないので密度を上げていきます。今回は25にしました。ノイズテクスチャをつないで色をちょっとまだらにしてもいいかもですね。
次に端っこにちょっと濃い色をつけていきます。今度はボリュームじゃなくてサーフェスで色をつけていくんですけど、サーフェスにはもうプリンシブル BSDF がつながっちゃってます。なのでもう一個別のノードをつなげるために、まずシフトプラス A からシェーダーにあるシェーダーミックスを追加します。マテリアル出力とプリンシブル BSDF の間でクリックすると自動でつなぎ直してくれます。シェーダーミックスの上側の方にプリンシブル BSDF がつながってます。で、端っこに色をつけるためのノードを下側につないでいきます。シフトプラス A からシェーダーの放射を追加します。放射の放射とシェーダーミックスの下の方のシェーダーをつなぎます。放射のカラーをボリュームの吸収で設定した色よりもちょっと暗い色に設定します。シェーダーミックスの係数を調整すると0に近づくほど上のシェーダーが、で1に近づくほど下のシェーダーが強くなります。色を変えてみるとわかりやすいんですけど、これやと今全体に色が乗っちゃってしまってるんで、色を乗せる範囲を調整します。シフトプラス A から出力のレイヤーウェイトを追加します。レイヤーウェイトのフラネルとシェーダーミックスの係数をつなぎます。フラネルは屈折率。で、前方向はカメラからの見え具合をもとに係数を調整しているらしいんですけど、詳しいことは全然知らないです。で、どういうことやねんって感じやと思うんですけど、前方向の場合、この今見ているところから90度に見えているところは上のシェーダーが強く現れて、で、斜めから見ているところは下側のシェーダーが強く現れるそうです。なので、下側のシェーダーに光沢 BSDF とかつなぐと結構リアルな質感のものが作れたりするみたいです。ではユニランに戻って、ちょっと見にくいのでコントロールプラスシフトを押しながらレイヤーウェイトをクリックしてプレビューにします。黒っぽいところが上のシェーダーで、周りの白っぽいところが下側のシェーダーが反映されます。レイヤーウェイトのブレンドの値をちっちゃくすると真っ黒になって、で、上げていくと白っぽくなっていきます。これで混ざり具合を調整できます。今回はブレンドを 0.1 にしておきます。混ざり具合が決まったら、今度は範囲を調整していきます。一旦コントロールシフトを押しながらシェーダーミックスをクリックします。そしたらシフトプラス A のコンバーターのカラーランプを追加します。レイヤーウェイトとマテリアル出力の間に追加します。コントロールプラスシフトを押しながらカラーランプを選択します。白色が下側のシェーダーで、黒色が上側のシェーダーが反映されるので、カラーストップを動かしてお好みの範囲に調整します。範囲が決まったらコントロールプラスシフトを押しながらシェーダーミックスをクリックします。これでぷよぷよのマテリアルの設定ができました。次に目にマテリアルを設定していきます。目を選択してマテリアルを新規追加して名前をつけておきます。プリンシブル BSDF のベースカラーを黒にします。そしたらちょっと見にくいのでぷよぷよを選択して H で非表示にします。そしたら次に影を消していきます。あんまりわからないんですけど、実はシュリンクラップで顔に貼り付けてるので、若干目が浮いてて影ができてます。で、これを見えないようにするために、オブジェクトプロパティの可視性の中にあるレイの可視性のうち影のチェックを外します。これで影が表示されなくなりました。もっと完璧に影を消したいっていう方は、ディフューズのチェックも外してみてください。そしたら次に、今ちょっと目がガタガタしてるんで、滑らかにしていきます。顔を選択して、サブディビジョンサーフェスのレベルを上げていきます。3で良さそうな気もするんですけど、4にしておきます。ここら辺はご自身の PC のスペックやったり、こんな近くで見ることそもそもあるんかどうかっていうのやったりを考慮しながら決めていただければなって思います。これで目ができました。ぷよぷよを再表示させておきます。次に顔にマテリアルを設定します。顔を選択してマテリアルを新規追加します。で、名前もつけておきます。ベースカラーを薄い黄色みたいな緑みたいな色にします。そしたら次に口を塗り分けていきたいと思います。ちょっと見にくいのでスラッシュでローカルビューにします。タブキーで編集モードにして口を選択したいんですけど、まだブーリアンを適用してないので選択できません。なので先にブーリアンを適用します。ただしサブディビジョンサーフェスを適用してからブーリアンを適用します。逆にしちゃうとこんな風にせっかくの口がちょっと丸っこくなっちゃいます。タブキーでオブジェクトモードにして、サブディビジョンサーフェス、ブーリアンの順番に適用します。
ブーリアンを適用したんで、口を作るのに使った立方体はもういらないので削除するか、レンダーで無効にしておいてください。ついでに使ってない UV キューも同じようにしておいてください。そしたらタブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にします。そしたら口の中を全部選択します。シェーダーエディターのマテリアルスロットのプラスを押してスロットを追加します。で、割り当てを押します。これでスロット1が顔全体に、で、スロット2が口に割り当てられました。スロット2がまたマテリアルが入ってない空っぽの状態なので、新規を押して新しいマテリアルを作って名前を付けておきます。ベースカラーをピンクっぽい色にします。タブキーでオブジェクトモードにします。で、スラッシュでグローバルビューに戻します。これで顔ができました。続けてくるくるにマテリアルを設定します。くるくるを選択してマテリアルを新規追加して名前を付けておきます。ベースカラーを黄色っぽい感じにします。これでくるくるもできました。最後に床にお好みのマテリアルを設定して、ライティングとカメラの位置を調整します。あとは F12 キーを押して出力です。お疲れ様でした。